ただきましてありがとうございます。今日は春と秋、年に2回開催されるアミヤンの飲みの市の様子です。大規模な飲みの市のため動画が長くなってしまったので、パート1とパート2に分けてお届けいたします。いつものようにパリ北駅から出発します。北駅から乗車に関してのワンポイントアドバイスは、過去動画をご覧になっていただけると嬉しいです。非公式なのかもしれませんが、アミヤンの飲みの市は前日の土曜日から始まっています。早速夕方から散策のスタートです。飾り棚や小さな椅子も探しているアイテムです。インスタグラマー龍之介さんがお好きなシリーズでしょうか。サルグミーヌです。ショワジールロはパンブフシリーズです。パンブフとはフランス西部にある町の名前です。早い時間に着くとまだ段ボールから取り出されていない商品があります。少しだけ飲みの市友達 M さんとご一緒させていただきました。ホテルへ戻り、しっかり眠ってから日曜日の早朝、ついにスタートです。アミヤンの飲みの市はとにかく会場が広くて長時間歩き回ることになるので体力勝負となります。マリー・ルイーズシリーズのソーシエルがありますね。早朝は真っ暗なので懐中電灯を忘れずに持っていきましょう。リュネビル・フォンテーヌブローシリーズ。フォンテーヌブローはパリ郊外でナポレオンにゆかりのあるお城があります。クリスマスに大活躍をするヒイラギ柄のお皿ですね。暗くて分かりにくいのですが、傷や欠けの状態を懐中電灯で照らして確認をします。アシュベーシー好みの色味です。サルグミーヌ・フォンタンジュシリーズ。こちらは前回配信した動画でお見せしたものと同じシリーズです。1900年前後に製造され、オルセー美術館がカップ&ソーサーを所蔵しています。このトーキングプレートが綺麗だなと思ったのですが、1枚20ユーロ。私にとっては少しお高めなので悩みます。こちらはワインなどボトルの下に置いていたのでしょうか。15ユーロです。いつも素敵だなと思っているシリーズがありました。フルールクペ。フルール、花、クペ、木
フルールクペで切り花という意味です。さまざまな切り花の絵が描かれているシリーズで、いつかは購入したいと思うのですが、毎回予算に合わず諦めています。ムーランデル・エ・アマージュブーケシリーズ、2枚で20ユーロと書いてありました。美しい風景が描かれたこちらはボルドー窯です。Vieillard à Bordeaux, c'était comme Longwy à l'époque. Ça ressemblait, ils faisaient aussi comme des émaux cloisonnés, comme à Longwy. テーブルセッティングがされていますね。リュネビルのロンスシリーズ、ロンスとは木いちごという意味です。このさくらんぼがすごく可愛いなと思ったのですが、値札を見ると50ユーロでしょうか。円換算をするとこの日のレートで約9300円です。パリにあるサマリテーヌ百貨店の限定プレートを見つけました。サマリテーヌは19世紀創業の老舗百貨店です。しばらく閉店していたのですが、5年くらい前に営業を再開しました。こちらにも違う絵柄のサマリテーヌ百貨店の限定プレートがありました。約1ヶ月前に配信したシャトゥーの飲みの市でも見かけたのですが、それぞれ絵柄が違います。すごく大きくて重いのですが、とても欲しいものを見つけてしまいました。サルグミンヌレザンシリーズ、レザンとはブドウという意味です。バックスタンプからすると100年は超えるアンティークです。おそらくこれはワインを冷やすために使っていたワインクーラーではないかなと思うのですが、ブドウという名のシリーズのワインクーラーにワインを入れたら素敵だなと思いました。色も一番好きな紫色です。悩みながら次のスタンドへ移動します。こちらにはかわいいエッグスタンド、コクチエがいくつもありました。コクチエのコックとは卵の殻という意味です。フランス人は朝食をパンとミルクだけで済ませてしまう人が多いのですが、カフェの朝食メニューで卵を注文することができます。エッグスタンドに半熟卵が入っていて、パンに浸して食べます。お皿とセットで56ユーロと書いてあります。こちらのお皿のシールにはロンシャンと書いてありますが、バックスタンプからするともしかしたらクレールフォンテーヌの可能性が高いです。私はクレールフォンテーヌ窯が好きなので、たまたま気がついただけなのですが、このようにお店の人も人間なので、ちょっとした間違いがあるかもしれません。私の動画の中で何か間違いがありましたら、コメント欄かインスタグラムのダイレクトメールでご指摘いただけますと、今後の動画作りのためになるので助かります。動画配信をするからには、なるべく間違えたことをお伝えしないように心がけていますが、過去動画の中で勉強不足な点も多くあります。常に
勉強しながら動画作成をしているので、いろいろ教えていただけたら嬉しいです。アミヤンの飲みの市の公式サイトはこの動画の概要欄にリンクを貼っておきます。もし何かの事情があって予定よりホテルへの到着がすごく遅くなる場合には、遅くなることをホテルへ伝えるのがおすすめです。夜の9時や10時になるとレセプションを閉めてしまうホテルもあるからです。前回電車が止まってしまい、到着がすごく遅くなってしまったので、私はホテルへ連絡をして受付を待っていただきました。ジアンのマリー・アントワネットシリーズ、とても好きなシリーズの一つです。バックスタンプからすると1800年代後半から1900年代初頭に製造されたものと思われます。ジアンの中でも好きな時代のものです。飲みの市で時々見かけるこちらは昔の洗面セットです。私が手に取ったのは石鹸入れですが、その昔水道管が今ほど整備されてない時代に大きな桶に水をためて使っていました。とても大きなものなので今まで購入せずにいたのですが、今回ついに購入してしまいました。疲れて休もうと思って入ったカフェはゲームをしながらくつろげるところでした。たくさんのボードゲームが置いてあります。フランス人はボードゲームが好きで、クリスマスなどで親戚が集まると遊ぶ人が多いようです。アミヤンパート1動画の購入品のご紹介です。結局、先ほどお見せした大きなワインクーラーは少しひびが入っていたので諦めたのですが、こちらの商品を購入しました。キュベット、洗面用のボウルだと思われるのですが、大きなフルーツ用の器としても良いようです。とにかく大きくて、スープ皿と比べるとこんな感じです。比較的大きなサラディエと呼ばれるサラダ用の器と比べてもこんなに大きさが違います。かさばるので絶対に買ってはいけないと心に決めていたのですが、今回この絵柄がとても好みだったので購入してしまいました。サルグミンのリゴワンのヒイラギ柄です。クリスマスに大活躍するこの絵柄は見つけるたびに少しずつ買い足しています。ヒイラギのことをフランス語ではウと言います。 H から始まる綴りなのですが、 H は発音しないのでウとなります。サンタマエアマージュのケーキスタンドです。スタイリッシュなデザインで気に入りました。アミヤンの時は特にそうなのですが、長時間かけて歩くのでメモをし忘れたり、いくつもまとめ買いをして値引きをしていただいたりする時もあり、それぞれの金額が定かではありません。明確に記憶に残っている商品にのみ金額を書かせていただいています。金額を知りたい方には申し訳なく思っています。バドンビレのラビエを購入しました。白地に青が映えて爽やかな印象です。
こちらのラビエには刻印がないのですが、雰囲気が気に入りました。ひし形なので、その昔バターを乗せていたのかもしれません。ラビエはとても好きなアイテムなので、かなりコレクションが増えてきました。いつかまとめてご紹介できたらなと思っています。サルグミーヌのフォンタンジュシリーズです。フォンタンジュにはいくつもの意味があります。ルイ14世の愛称の名前であり、パリから車で6時間くらい南に行った地域にある自治体の名前でもあります。最後に S をつけない綴りにすると、17世紀末から18世紀初頭に流行した髪飾りもフォンタンジュと呼ばれていました。どの意味をイメージしてこのシリーズを作ったのか、想像を膨らませるのは楽しい時間です。コクティエを2つ購入しました。時を経て変色したパティーヌと呼ばれる美しさがあるなと思いました。ちなみにコクティエのコックの意味を卵の殻と動画内でお伝えしましたが、コックはもともと殻という意味があるので、スマートフォンのカバーのこともコックと呼ばれています。こちらのコクティエはサンタマンのミューリエシリーズかなと思われます。よく見ると細かな絵柄が可愛いシリーズだなと思っています。コクティエはサイズが小さくて愛らしいので、今までに2つ購入したことがあります。クレイエ・モントローのフローラシリーズ、サンタマンのマリー・ルイーズシリーズです。実は今回のアミアンは欲しいものがいつもより見つからず、電車賃と宿泊費をかけてきたのに残念だなと思っていました。でもこのサマリテーヌのお皿を購入できたので、行ってよかったなと思いました。バックスタンプはありませんが、おそらくショワジール・ロアのなんてシリーズかと思われます。こちらはおそらくショワジール・ロアのアンリエットシリーズかと思われます。以前配信したシャトゥーの飲みの市でサマリテーヌの違う絵柄を見つけた時に購入せず、少し後悔をしていました。その時のお皿はショワジール・ロアのボルドーシリーズと柄が同じだったので、サマリテーヌ百貨店はショワジール・ロア窯にこの限定品を依頼して、ショワジール・ロア窯は様々なパターンを使って製造したのかもしれませんね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回配信予定のアミアン飲みの市パート2でも違う購入品を紹介するので、見ていただけたら嬉しいです。